皆さんこんにちは。グッドスマイルカンパニー企画部のかほたんです。この動画密着グッスマニアではフィギュアの製作、製造、量産をそれぞれ行っている部署に潜入し、そこに隠された匠の技術を皆様にお届けしていきたいと思います。記念すべき第1回目は製作部です。では早速フィギュアが生まれる現場に行ってみましょう。こちらがグッドスマイルカンパニーの制作部です。 2D キャラクターを 3D に実現化させる夢のワンダーランドとなっています。それでは早速制作部の匠たちに会いに行きましょう。本日お話を伺うのは制作部の高野さんです。ディレクターの高野です。よろしくお願いします。そして同じく制作部の佐々木さんです。はい、研究士の佐々木です。よろしくお願いいたします。今回はフィギュアの制作過程をご紹介しながら、グッスマの制作部がどのような作業をしているのか、こだわりやポイントなどここでしか聞けないようなお話を聞いていきたいと思います。それではまずフィギュア制作の流れについて教えてください。はい、中にはですね、はい、まずですね、使用検討と申します。これは、ポーズとか台座の検討ですね、します。それを企画部が使用書を立てるっていう形になりますね。この時のポーズの検討だったり台座の検討だったりっていうのは、やっぱスケールフィギュアってこういうものにまとめていくのは結構難しかったりするので、企画一人でやるというよりは結構制作部も一緒にまとめていきます。じゃあもうそこからチームでやっていくって感じなんですね。そうですね。その後は、いよいよ制作部なので原型制作っていうことになりますね。はい、で最近はもうほとんど 3DCG で、原型制作をしてます。で社内で監修で版元さんの監修したり、それに対しての修正を何回か繰り返して、ここもやっぱり企画担当のポジションやっぱり大事で、企画担当と、制作ディレクターが、まず舵取りをして、で原型師が実際に作るっていう工程なので、たびたび企画担当と制作ディレクターのチェックが入ります。版元さん監修に行く前に社内監修で何回か修正してから行くわけですね。そうですね。それで最終的に版元さんから全て OK いただいたら、複製作業に入ります。複製作業で複製作業が終わったら、いよいよ彩色の作業ですね。彩色作業はですね、彩色作業の中に面相を入れていく、面相の作業、この表情が入るわけですね。これも含めて彩色の作業になります。で最後にリリース撮影が入ります。この商品ページとかに載せる撮影をするってことですね。撮影自体はですね、専門のカメラマンさんがいて、で企画部立ち会いのもと、撮影されることになります。ここでもやっぱり、制作部が一緒に企画部と一緒になってライティングだったり背景だったり、こういう風にやるとフィギュアがよく見えるよというものをみんなで話し合いながら、撮影を進めていきます。じゃあ使用書確定、原型確定、彩色確定、版元さんの号があって皆様にお披露目するという感じなんですね。そうですね。それではですね、今回は、より制作過程が分かりやすいようにこちらのスケールフィギュアアスカラングレーができるまでを見ていきたいと思います。まずは商品の仕様を決めます。今回の場合だと企画担当から、このように、ポージングの提案が数パターンあったので、そこから検討しました。もともとあるイラストを立体化することもあるんですが、ポーズを決めた後にイラストを描き起こすこともあります。で、ここでできたイラストをもとに、企画担当がこういう演技にしたいとか細かい情報を付け足した上で、仕様書としてまとまります。で、このように商品の仕様がまとまったら原型制作をスタートしていきます。それではここから実際の制作工程について解説していきます。はい、GSC では結構人によって様々な作り方があるんですが、僕の場合はですね、まずこのような、いわゆる T ポーズ、T じゃないんですけどT ポーズに近い状態でまず頭身を決めていきます。この腕の長さだったり体の長さだったりっていうのは自由に変えられるものなので、こんな感じで
で、ここで答申をおおむね決め終わったら、次は別のソフトに移行します。このソフトに送った時点ではこのように T ポーズに近い状態なので、ここに、ボーンと呼ばれるものを使ってポーズをつけていきます。はい、ここでは、こんな感じでこれを使ってポーズをこんな風に調節できる。ここで、大きな円儀をつけていきます。はい、でここでポーズをつけ終わったら最後に、G ブラシという 3D スカルプトの基本的なソフトに行って細かい造形をしていきます。ここまでが、大きな一連の流れです。ちなみに原型師がフィギュア制作をしている間はディレクターはどういった仕事をしてるんですか？はい、原型師の進捗の確認であるとか、それを含めた、スケジュールの管理をしてます。あとはですね、最初のコンセプトからずれたりしていないかとか、もともとのキャラクター性にしっかり合っているかとかを、作ってるうちにだんだん方向性がずれてきちゃったりするところがあるので、その辺がずれていないかどうかを確認したりします。原型師とか、企画以外の、第三者の目から、見た、意見をいろいろ伝えたりもしています。じゃあ俯瞰的にその企画自体を見てるってことなんですね。そうですね。このディレクション資料を見ると髪の毛に結構コメントが入ってるみたいなんですが。はい、そうですね。この髪の毛に関しては結構紆余曲折ありまして、スタート視点ではまだこんな感じで全然違う髪の毛になってるんですね。結構違いますね。全然違うんです。やっぱり最初にお話ししたように、イラストで一応髪の毛は描いてはいるんですが、そこをイラストよりもさらにブラッシュアップしようとしていく段階でちょっと僕の中で考えがごちゃついてしまって、なかなか髪型が決まらないということがありました。でそこで、ディレクターに意見をいただいて、こんな感じでですね、いろんなコメントをいただいて、髪型を、修正していっています。じゃあやっぱり第三者の目っていうのは大事なんですね。そうですね、本当それがないとちょっと最後まで詰められないなというところが結構あります。はい、それではこれで原型データが全て完成いたしました。次にですね、分割作業に入っていきます。はい。何をしたんですか？ですね、これ分割作業っていう作業なんですけど、こんな感じにですね、まずパーツを色分けしてですね、分割予想をして、こんな感じに分割されるよというものを作ります。でもなんで一旦完成したのに分割したんですか？これが例えばワンパーツになっていたりすると工場で量産ができないんですね。工場って金型に入れてフィギュアを作るので、テーパーができないようにパーツをまず分けてあげる必要があります。なのでこのように分割するわけですね。この分割されたデータは、はい、現物にどうやって出すんですか？まだこのデータの中でしかないわけですよね。はい、そこですよね。3D プリンターっていうものを使って、出力という作業に移ります。ちょっとこのデータを 3D プリントしてみましょう。こんな感じで分割されたデータをこのプリンターの枠内に収めて、この後 3D プリンターにデータを転送します。はい、こちらが 3D プリンターです。さっきパソコンから送ったデータがこの 3D プリンターに届いて、ここで出力作業が始まっていきます。なんか中に水みたいなものが入ってますね。ここのタンクって言うんですけど、ここに溜まっているものが出力品の元になる素材で、レジンって言うんですけど、光で硬化するもので、例えばネイルとかで使うような光を当てると硬化するジェルってあると思うんですけど、それとちょっと厳密には違うんですけど、それと似たようなものが入っていて、光を当てると硬化するというものが中に入っています。そして先ほどのデータがここに送られてきて、それが形になって出てくると。そうですね。で、これはちょっと別のものなんですけど、出力されるとこういうものが出てきます。もう完全に硬い感じになっていますね。
こういう 3D プリンターで出力されたものっていうのは、こんな感じにサポートっていう材料が一面にバーってついてるので、この後の工程で、このサポートを取ってきれいに磨くっていう作業が必要になってきます。なるほど。先ほど出力されたものを、きれいに一つ一つ磨いていって組み合わせるとこのように原型完成となります。今回はスケールフィギュアでしたが、 3D 原型で作られたネンドロイドシリーズもこういう形で作られるんですか？そうですね、今は9割ネンドロイドもデジタルでの制作になっていて、基本的に全く同じ工程を経て原型として完成します。はい、続いては複製作業です。はい、ちなみに複製作業って何でやるんですか？ここまでの工程でこんな感じにもう原型は出来上がったんですが、この後、彩色っていう工程と、工場に原型を入れるっていう工程があるんですね。でそのためにこの原型一つだけでは足りないので、複製をするという工程です。こんな感じで、まず原型をシリコンでかたどるんですね。でそこに、レジンキャストっていう流動性の高い素材を流し込むんで、ちょっとするとこんな感じで硬化してくれるので、複製品が出来上がりますよというのが複製作業の工程です。また彩色までにこういう作業も必要なわけですね。そうですね。そしてついにこちら彩色作業に入るわけなんですね。はい。ちなみに色をつける時のなんかポイントとかはあるんですか？そうですね、いくつかあるんですけど、まずはやっぱりこのキャラクターに見えること。例えば髪の色だったりこのスーツの赤だったりにしてもちょっと違うだけでもう別のキャラクターに見えてしまうっていうことがあったりするので、まず一番大事なのはそこですね。フィギュアって小さいので、勝手に影が落ちてくれないっていうポイントがあるんですよ。影が落ちてくれない。僕ら1分の1ですけど1分の1の人間って勝手に強く影が落ちてくれるんですね。で小さくなるとその影が弱くなっちゃうんですよ。ということはのっぺりした印象になっちゃうってことですか？その通りです。なので、こちら側で、グラデーションで影を足してあげるっていう作業が必要になるので、こんな感じで色を塗るときに影をつけてあげてるわけですね。じゃあ造形だけじゃなくて彩色でも情報量を足してるってことなんですね。そうですね。今回アスカのやっぱ特徴的なのがプラグスーツだと思うんですけど、とてもビニールっぽいというか。確かにこの乗っている瓦礫のところに比べるとだいぶツヤツヤしてますね。プラグスーツってどんなもんなんだろうっていうのを意識してもらうためにツヤツヤにして、あ、こういうものなんだなっていうその実物感みたいなものを強く意識して彩色してもらってます。じゃあ視覚的な見た目の違いも彩色で表現してるってことなんですね。フィギュアの命って呼ばれるこのお顔なんですけど、彩色作業で初めてこうやって瞳とかが描かれるわけなんですよね。そうですね。原型の段階でも面相は入れて、きっと彩色の時にこういう見た目になるねっていうそのイメージテストみたいなことは何回もやった上で、彩色作業に進むんですけれども、原型に面相を入れる段階だと白目を入れてなかったりとか、その色の情報がかなり省かれてしまうので、今回のアスカですね、原型の段階で原型こんな感じだね、良くなったねと言って、彩色に進んだわけなんですが、肌色にして口に色を入れてみたところ、ちょっと口の位置低いんじゃないとこの段階で初めてなりまして、原型に一旦立ち戻って原型を修正して、もう一回デコマスを塗り直すということをしました。それっていや正直なところ原型 OK だったのにまた原型に戻って作り直してってだいぶ手間な気がするんですけど、やっぱりどうしてもいいものにはしたいということで、彩色チームであったり企画担当ともちょっとスケジュールをよく練り直して、なんとか頑張って実現したという感じですね。そんなに普段からあることではないです。彩色作業についていろいろ話を聞いてきましたが、この彩色作業をされている間、ディレクターの高野さんは何をしてるんですか？原型の時と同様に、最初のコンセプトから方向性がずれてないかなとか、その辺の確認をしたりとか、あと、原型の監修の時に、
版元さんとかあと企画の担当の方から、いただいた意見をこう、まとめて、その彩色にしっかり反映できてるかっていうのを確認したりもします。じゃあもうやっぱり全体のまとめ役という形で関わってるんですね。そうですね。それ以外にですね、デコマスが完成した後の企画担当と、その発表のタイミングとか練ったりとか、リリースカットの撮影の時とかに、原型師にいろいろ聞いたり、あとフィニッシャーにも聞いたりして、その制作部なりのこう推しカットっていうか、そういうのをこうみんな検討したり、あとは最終的にその出来上がった時に、その原型から彩色まで全体を通してその流れがどうだったかとか、スケジュールが滞りなかったかとか、そういう制作工程を振り返ったりして、次の制作に生かせるようななんか打ち合わせをしたりもします。なるほどです。おかげさまで制作工程に対する理解が深まりました。ありがとうございます。ちなみに最後に質問なんですが、このお仕事をする上で一番なんかこうテンションが上がるみたいな瞬間ってどんな時ですか？ディレクターは、最初の打ち合わせとか、制作、彩色から全工程を見てるじゃないですか。なので、一番最初にその仕上がってきたものが、見ることができるので、いいものが仕上がってきた時にはすごくテンションが上がりますね。いいですね。こう作り手でありつつ一番のファンってことですね。そうですね。一番そのキャラクターを知ってるみたいな立場でもあるんで。ありがとうございます。じゃあ次佐々木さんお願いします。僕は明確に2つあって、リリースカットが発表されるタイミング、要は商品が案内されるタイミングですね。それと、商品がお客様の元に届くタイミングの2箇所ですね。結局僕らが作るものはお客さんのために作ってるものなので、そこでお客さんの目に届くところで、ようやく僕たちがやってることが独りよがりなのかどうなのかみたいなことが初めて分かるわけですね。でそこでようやくお客さんが喜んでるところが見えると、やっぱりこれまでやってきてよかったんだなっていうことが見えて、やっぱりテンションが上がります。お客様のお手元に届くまでが制作のお仕事の一つってことなんですね。なるほどです。お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。密着グッズマニア第1回目は制作部からお届けいたしました。皆様いかがでしたでしょうか？フィギュアの魅力を担う制作部の匠たちの技術やこだわりが皆様に少しでもお届けできていたら幸いです。そして第2回はフィギュアの量産の要となる製造部に潜入したいと思います。どんなものが見れるのか楽しみですね。それでは皆様また次回お会いしましょう。